皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、北朝鮮の政治状況の変化について取り上げていこうと思います。先日、北朝鮮と韓国との間における連絡事務所を北朝鮮側が爆破するということが起こりました。この出来事の前には、北朝鮮側から韓国に対する非難というものが繰り返されていました。その非難の中において、こうした事態が招くのは、韓国側の責任であるということが何度となく言及されていました。このように北朝鮮側から韓国に対する非難が行われているというのは別に今に始まった話ではありません。ですが、今回特に特徴的なのが、口だけではなく実際に行動を起こしたという点がこれまでとは全く違う点です。そしてもう一つの特徴が、これを主導したのが一体誰なのかというところです。これまで北朝鮮が何かを行う時というのは基本的にはその時の最高指導者が前面に立って私がやったんだよというのが非常にわかりやすくなっていました。ところが今回、連絡事務所を爆破した件についての主導していたのは最高指導者の妹であるキム・ヨジョン氏でした。この2つが全く異なる点です。一体このことから何がわかるか後半においては解説をしていきましょう。それでは関連ニュースをどうぞ。ケソン工業団地、クムガンサン観光に終止符。南北関係は20年前に逆戻り。韓国と北朝鮮の関係が20年前の対決時代に逆戻りすることになった。2000年の初の南北首脳会談で朝鮮半島の和解と平和の新時代を謳った南北共同宣言を採択して以降、様々な曲折を経たものの、南北関係における成果が根こそぎ失われる今ほどの危機はなかった。北朝鮮は16日、ケソンの南北共同連絡事務所を爆破した。韓国のムン・ジェイン大統領と北朝鮮のキム・ジョンウン国務委員長が2018年4月の南北首脳会談で採択したパンモンテン宣言に基づき設置された連絡事務所が崩壊する様子は、この2年余りの南北交流が束の間の夢に過ぎなかったことを象徴的に示した。さらに北朝鮮の朝鮮人民軍総参謀部は17日、2018年9月の南北軍事合意にのっとり撤去した非武装地帯 DMZ 内の監視所を再び設置すると表明、軍事合意を事実上破棄した。クムガンサン観光地区とケソン工業団地地域に軍部隊を展開する方針も明らかにした。かつて韓国の企業が入局し、北朝鮮の労働者を雇用していた南北経済協力事業のケソン工業団地と、数多くの韓国人観光客が絶景を楽しんだクムガンサンに北朝鮮軍が再び駐留することになる。ケソン工業団地とクムガンサンにある韓国所有の工場やホテルなども全て撤去される可能性がある。ケソン工業団地の稼働は2016年2月から、クムガンサン観光は2008年7月からそれぞれ中断されている。韓国側は再開へ希望を捨てていなかったが、今となってはもはや放棄せざるを得ない絶望的な状況だ。南北関係は断絶にとどまらず、対決へと向かう恐れもある。北朝鮮は韓国を敵と規定し、軍事行動計画を検討している。南北軍事合意という安全弁が失われ、南北間の連絡チャンネルも全て遮断されたことで、DMZ や南北軍事境界線、公海上の境界などで偶発的な武力衝突が起きる可能性が高まった。南北関係は20年前に戻ったが、状況はその当時よりはるかに厳しくなっている。何よりも、北朝鮮に対する韓国国民の視線が冷たくなった。和解と平和への期待が高かっただけに、北朝鮮の非理性的な言動に対する失望も大きい。ムン・ジェイン政権はもちろん、この先どんな政権に変わろうとも、北朝鮮との交流に世論が消極的になる可能性が高い。北朝鮮の核・ミサイル能力が20年前とは比較にならないほど向上したことも、韓国の政権にとって大きな負担となる。今回の一件で非常に目立っているのが、キム・ヨジョン氏の活動についてです。彼女の権力が強化されている面についてニュースが取り上げています。私の権限を行使した女帝キム・ヨジョン氏、連絡事務所を爆破で挑発強める北朝鮮の次の一手。ヨジョン氏、私に与えられた権限で次の行動を指示。キム・ヨジョン氏は連絡事務所の破壊を予告した13日の談話でこうも述べていた。キム委員長と党と国家から付与された私の権限を行使して、対敵活動の関連部署に
次の段階の行動を決行するよう指示した。我々の計画について、この機会に暗示するなら、次の対敵行動の行使権は、我が軍隊の総参謀部に渡そうとする。我が軍隊が人民の怒りを多少なりとも鎮められる何かを決心して断行するものと信じる。与正氏は、兄のキム委員長から権限を与えられていることを明らかにしただけでなく、その権限を行使して、軍など対敵活動関連部署に行動を指示したとしている。対敵活動関連部署とは、軍の偵察総局や統一戦線部など、対南工作機関も含まれる。与正氏が軍や統一戦線部などに直接指示を出すことができる。軍を動かすことも可能な立場であることが示されたのは初めてだ。これまで北朝鮮で工作機関に直接指示を出したり、部署横断的な指示を出せるのは最高指導者に限られていた。与正氏はキム委員長に極めて近い特別な権限を与えられていることが伺える。2010年の天安館沈没事件やヨンビョン島爆撃といった韓国への直接の武力攻撃は、キム委員長の後継者としての業績づくりの一環としてなされた側面がある。今回の一連の対南圧迫は、キム・ヨジョン氏の業績づくりとも目されることから、武力挑発の可能性もある。韓国政府は、南北連絡事務所の爆破に対し、強力な遺憾を表明し、状況を悪化させる措置を取り続ける場合、強力な対応を取ると警告した。だが、北朝鮮側は全面対決の姿勢を崩していない。キム・ヨジョン氏の次の一手に注目が集まる。北朝鮮内部の政治状況について、北朝鮮の国内から報道が出ることはまずありません。ですから、北朝鮮の内部で、この人が昇格してこの人が降格されたといったようなニュースなどを私たちは知ることはできません。そういった意味において、今回の出来事を外から見た場合、行動が明らかに変わったのですから何か権力構造に変化があったと考える方が自然でしょう。その中においても明らかに顕著なのが最高指導者であるキム・ジョンウンの妹のキム・ヨジョン氏。このキム・ヨジョン氏に対する権力の集中というものが起こっていることは明らかです。何しろ今回の件においてキム・ジョンウン氏が何か関わっているかのようなそういった声明は出ていません。あくまでもキム・ヨジョン氏が主導して今回の出来事は進んでいるのです。ですから、その中においても大事なのは、軍に対する指示を行っています。そして、それによって様々な行動が実行されている。この事実こそが非常に重要なのです。北朝鮮は基本的に独裁国家ですから、民衆からの指示がどうかというのはあまり気にする必要がありません。まず第一に重要なのは、軍をどれだけ掌握しているかです。最高指導者がしっかりと軍を掌握しているというのはまあ当然なわけですが、ではそれ以外の人物が軍を掌握する、そのことは一体何を意味するのか。それは最高指導者キム・ジョンウン氏が自分だけでは今後に問題があると考えたことが予想されます。キム・ジョンウン氏をはじめキムファミリーによる集団指導体制というものを考えた場合に、キム・ジョンウン氏に問題があるとすればそれは健康問題です。今でもくすぶり続けていますが、彼はすでに死んでいて、今登場しているのは影武者であるといった説も流れています。もちろんこの真偽はほどはわかりません。なぜならば、本人であるとして登場している人物が、そもそも最初からずっと影武者だった可能性すらあるのです。ですから、彼が死んでいるかどうかについて私は言明しません。そして、現在の動きを見れば、彼が死んでいるかどうかよりも、今の北朝鮮の実験がどこにあるのか、そのことの方が非常に重要です。今回の件で一つ証明されたのは、キム・ヨジョン氏の声明に伴って軍が動いている、この事実こそが今一番重要なことなのです。そして、キム・ヨジョン氏の声明に伴って軍が動く、その動きの中において明らかなのは、これまでのような故郷脅しというものではなく、実際にやるんだということを分かりやすく世界に表明している点です。そして、現在の国際情勢から見て、北朝鮮は今非常に動きやすい時期でもあります。まず第一に、韓国のムン・ジェイン大統領は北朝鮮に対して非常に融和的な政権です。ですから北朝鮮が何かしても、それが何か決定的な出来事でない限りはある程度許容することが考えられます。例えば今回の件について言っても、連絡事務所を爆破したのは北朝鮮側なわけですが、しかしそれに伴って報復として何か韓国側から北朝鮮側に爆撃などをするかといえば、そういったことは一切行わないわけです。また、南北合意に基づいて、北朝鮮が部隊を引いていたところにまた戻ってくるよというこの出来事についても、
韓国側が何か軍事的な圧力を加えてこれらの部隊を下がらせるかといえば、おそらくはそういったことはしないでしょう。そういったことが実行にできるのも、明らかにムン・ジェイン大統領が北朝鮮に対して融和的な姿勢をとっているからです。もしも韓国側の大統領が何かあればすぐに北朝鮮に対して攻撃を行うぞというような強硬姿勢を持つ大統領であったならば、今回のような出来事は起こらなかったでしょう。今のところ北朝鮮の声明に対して韓国側も何か強い態度を取るぞとは言ってはいますが、私はこれは虚勢を張っているに過ぎないと思います。今回の一件をもって北朝鮮にあたかも最高指導者が2人になったかのように見えるわけですが、実際には役割を分けることになるでしょう。例えば、キム・ヨジョン氏がこれまでは韓国側に対する外交窓口になるのではないかと期待されていたにもかかわらず、実際には非常に強く当たり、そして武力的な動きを見せたわけですから、一方のキム・ジョンウン氏がどちらかというと融和的な外交の場に出てくるかもしれません。ただしこの場合非常に重要なのは、これまで以上に最高指導者としての地位を高めることによって、ちょっとした話ではわざわざ出てこないぞというようにもったいぶるかもしれません。ですからこれまでの北朝鮮外交というのは瀬戸際外交と言われていたわけですが、それ以上に今度からは実際に武力攻撃などを伴ってこの攻撃をやめさせたいんだったら、国家最高指導者である金正恩氏を納得させるぐらいの動きを見せなければ事態は収まらないぞという、さらに一歩踏み込んだ軍事挑発を伴った外交展開をするかもしれません。このような有言実行の姿勢というものは北朝鮮内部における権力基盤を強化することにはなるでしょう。しかしこのようなことを続ければ当然のように国際政治上においてはより孤立を深めることになります。北朝鮮内部においてこのようなことがわからないわけではないでしょう。ですからそのようなことになっても構わないような何か北朝鮮内部における権力闘争やもしくは金正恩氏の生死に関して公表できない何かが起こっていると疑われても仕方ない面はあります。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。